マジン。いやー、こうしてリモートでみんなに会うのもなんか慣れちゃいましたね。でも早く皆さんにお会いしたいので慣れすぎないように注意したいですね。さて、ゲストのお二方がすでにお見えになっております。おお、いや、いろんなゲームで活躍するお二人が揃って登場じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。1人目のお客様は3回目のご来店となるマチャボウ選手。ギルティギアシリーズで頭角を現し、最強カイツカイとして名を馳せた多くの格闘ゲームで活躍を続けるトッププレイヤーです。2人目のお客様も3回目のご来店となるモッチー選手。ギルティギアシリーズではブリジットやソルを使いこなして数々の大会で活躍してきたトッププレイヤーです。お二人はそれぞれストリートファイター5、そしてグランブルーファンタジー VS の回にですね出演いただいたんですけれども、もともとはギルティギアシリーズの競合プレイヤーだったんですよね。そうですね。一応自分はエボリューションっていう、はい、結構その世界でおそらく一番有名な世界大会で2016年で一応ギルティギアの優勝させてもらったりとかしてますね。一応、はい。一応優勝させてもらった。そんな言い方ある？強すぎるぞ。謙虚だというはい。マチャボくんほどではないんですけど、もともとギルティギアのシリーズのゲーム15年ぐらいですかねプレイしていて、5年前の東進激突っていう、まあちょっと大きめなイベントとかも出させていただいたりとか、はい、したりして楽しんでるゲームになりますね。あなたの謙虚の仕方もおかしいですよ。謙遜の仕方もおかしいよ。めちゃくちゃ強いの知ってるからこっちは。東進激突ってはね、お二人ともこう、まあ、出場されたっていうところでは結構印象深いイベントでありましたよね。そんなお二人、この組み合わせでは初登場になりますけども、初対面の時の印象とかって覚えてらっしゃいますか？あんまり覚えてないんですけど、会ったのが18歳ぐらいの時だと思うんで、もう十数年前になるんですけど、長いんですねやっぱ。結構長いよね。長いね。そうなんで、ただ昔すぎて覚えてる？だからその大会があって3-4の大会があって、そこでリアル高校生っていうチームチーム名がね17、18ぐらいの3人で集まって、なんか大宮かどっかなんか埼玉の思い出してきたわ。そうそこでなるほどね。出て、はいはいはい、まあ、スラッシュとかギルティのスラッシュだと思う。スラッシュ時代とかから、まあそこで知り合いになってみたいな感じが。2006年のゲームの時にじゃあ知り合ったことになりますね。もっちーさん、マチャボウさんと初めて会った時どんな会話したとかそういうの覚えてます？どんな会話したっけ？なんか会話そんなした？俺喋らないんですよ。わかる。昔のマチャボウさんは尖ってた。会話よりもその強さの方がね、やっぱそう、なんかね、ゲームの話は絶対したなと思いますね。そうもちろん。人となりというよりは、そうですね、このキャラ、例えばお互いの使ってるキャラクター同士のどうのこうのとか、そういう話を多分したんだろうなと予想します。初対面の頃からもうすでにめちゃくちゃ強かったんで、もうこの男はやばいなって思ったらやっぱりやばかったっていう。その時って、まあ、だから同世代ってこともあって意識してたっていうのはあると思うんですけど、なんかどんな印象を持ってたっていうのは覚えてます？謎に満ち溢れてる部分がちょっとありましたね。とにかく多くは語らずに、とりあえずもうめちゃくちゃ強いから、あまりの強さで、まあ、とにかく注目されるみたいな感じの。モッチー君は逆になんかギルティギアって結構個性がすごい、プレイヤーの個性がすごい出るゲームなんで、その時にすでに有名だったブリジットってキャラ使ってたんですけど、すごい有名だったブリジット使いの方とはまた違う動きでなんか強いみたいなのを僕は聞いてた記憶がありますね。そしてマチャボウ選手は、昨年、プロゲーミングチーム魚群に加入されましたけれども、ご自身の近況いかがでしょうか？特にすごい生活が変わったというわけではなく、なんかいい意味で自由にやらさせていただいてるので、練習も好きなようにできますし、自分の趣味だったりとかも好きなようにやらさせてもらってるので、こうプロ活動としてなんか本当に自由に自分らしくやらさせてもらってるので、本当に感謝しかないです。普段こうメンバーというか魚群メンバーたちとどういう会話してるのかとか超気になりますよ。定例会議みたいなのあるんですけど、会議とかではなんか、和やかというか、癖は強いんですけど、言うてみんな癖強いんで、逆に中和されて普通というかそんなことある？
すごいなんか特殊な人間が集まってるっていう感じが自分たちが特殊なせいでしないですね。あでもなんか多分それチームのコンセプト多分そんな感じなんだろうなって思いますね。なるほど。モッチー選手は前回お父さんがグランブルファンタジーバーサスを始めた言ってた。とお話を伺いましたけれども、近況はいかがでしょうか。そうですね、多分コンボ練習とかこの間してたんで。お父さんがコンボ練習してる。いい話。そうですね。しかもベリアルっていうねキャラクター強キャラ使ってるんで、ちょっと今頃ちょっとロビーとかランクまでビシバシ続けてるんだ、すごいな。やってるんじゃないかな。プレイヤーになっちゃってるねお父さん。そうだね。いやこれもモッチーさんが優勝されたのをきっかけに興味を持たれたっていうのが、もともとゲームされてたんですよね、お父さんはね。もともとそうですね。バーチャファイター何回出てきた。それこそ子供の頃から結構ゲームセンターに連れ回されて、その時に格ゲーを僕も覚えて。英才教育じゃん。いいね。すごい。すごいですね。いやでもだから今でも格ゲーをやってるっていうのはすごいなっていう。ベリアルのコンボとかもちょっと教えただけで完全にマスターしてて、すごい。さすが。これモッチーさんって配信とかされてるじゃないですか。はいはいはい。お父様出演とかってされたことあるんですか。いやそれはないですけど、さすがにない。さすがに僕が恥ずかしいです。ロビーで親子対決親子対決やってほしいですね。見てみたいけどな。数字取れるよ絶対。取れる。そんなお二人に本日プレイしていただくのがギルティギアシリーズ完全新作ギルティギアストライブです。今週は20年以上の歴史を持つ格闘ゲームギルティギアシリーズ最新作。6月11日に発売されるギルティギアストライブをいち早く大特集します。発売が待たれるギルティギアストライブ、各駅スハメ順で取り扱うのは1年ぶりになるんですけれども、お二人とも覚えてますか1年ぶり。僕覚えてますよ。いやだってもう触れるってだけで興奮してましたからね。マスターのポチョムキに開始直後、なんか投げられた記憶があります。マイケーカラキャンポチョムキバスターがで実は前のバージョンからあってそうです。半分ぐらい減った記憶があります。あれありましたね。あった。私はちょっと記憶が薄れてきているので早速もうお二人のあれを見てもパッとフラッシュバックさせていただこうと思います。それではお二人にトレーニングモードでプレイしていただきながら、ゲームの魅力をお伝えいただきたいと思います。今回そのトレーニングモードに、はい初心者の方にも分かりやすくするために使いやすさとこのキャラクターがどういうタイプなのかっていうのが、はい、なんと書かれておりまして、確かに書いてありますね。キャラクター選択画面では使いやすさを星の数で表しています。さらにその下にはキャラクターのタイプも表示されていてキャラ選択の参考になるんです。トリッキーってこのキャラだったら書いてあるんですけど、これがこのメイだったらパワーになったり、ハイだったらバランスとか、あとスピードとか、方向性がちゃんとこう明示されてると。そうですね、この使いやすさとキャラクターのその方向性でキャラ悩んだ時は決めてみるのも一つの手なんじゃないかなと。続いては初期実装される15体のうち新キャラクターの名残雪とジオバーナを解説していただきます。名残雪はじっくり構える系のキャラってダッシュとか空中ダッシュがないキャラではあるんですけども、リーチがすごく長かったりとか火力もすごいあったりとかでもうパワー系。もう一キャラが右下の方、これジオバーナっていうキャラクターなんですけども、テコンドーみたいな感じの格闘近距離系のタイプのキャラクター。このキャラもダッシュはないんですけどステップキャラ、その前々って入力するとちょっとって瞬間的に移動する系のスピード系のキャラクターになってるのかなと。なんで名残雪なの？本当です気よね。になりすぎる。必殺技の名前もなんかなんとか雪みたいな。必殺技の名前も開いてみますか。感じだよね。コマンドリストで名残雪のところ見せてもらうと、下の方行ってもらうとだいたい雪がついてる。粉雪。本当だ。粉雪。なんて読むのこれ。冠雪。すだれ雪。ブラッドサッキングユニバース。ブラッドサッキングユニバース。これはすごい。なんて何やり雪かブラッドサッキングユニバース。ジョバーナはもう完全にカポエラですね。技名も本当だ、すごい。他のカポエラのキャラと同じトロバオンっていう技とか他の格ゲーにもある、鉄拳にもあるんで、はい、トロバオン。ロバオン。で名残雪はこの右下の方にゲージがあると思うんですけど、本当だ。こうやって技を使ってると爆発してしまいまして、でこの状態なんか血まとってる。でこの状態だと必殺技が出せる。画面めちゃめちゃ長かった。画面を端から端まで届く
きりじゃなかった今。なんだろう、この状態になると体力が実はすごい減っていくっていうのがあって、ほら端足です体力減ってくんだ。そうなんですよ。なんか技は強いけど多分使ってるとさっきの状態になっちゃって、で本来であれば、まあ、HP も減っていく、で技もちょっとしばらくの間は使えない、ただ元に戻るとまた強いみたいな。またそんな癖の強いキャラクター。かなり特殊な。特殊系のアークさんはこれ企画会議どんな感じに、このキャラクターはすごいリーチが長いんですけど体力が減っていいねそれみたいになったのかな。ここからはギルティギアストライブのバトルシステムなどを紹介します。今回は結構入りやすいゲームに変わりまして、はい、大きい技が結構多くて、初心者の方が振っても結構すごい使いやすい技が多い。そう、まず例えば今までだったら、じゃあちょっとぶっきらぼうやってもらっていいですか。見てくださいこれ。これねこれこの投げ一発で確かにこのダメージが、そうすごい。コマンド1個入れるだけでね、もう一回一発そうこのダメージが出るとか、そうそうそう、すごいシンプルにそうすごい作業感があってダメージが出るようになっていますね。で今回意識的にこうシンプルにしていくことによって間口が広がってるっていうのが多分あるんでしょうね。うん、そうですね。まあ、あと壁の、画面端のコンボとかだと、今まではまあいろんなコンボがあったと思うんですけど、今回そう壁が割れるというシステムがこう追加されて、そうこうやってそうですこうなるんですよね。ウォールブレイクですね。そうですそうです。ウォールブレイクシステム。要は画面端に追い詰められてそのまま何もできずやられちゃうってことがないってことですよね。そう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 。そう必ずそう真ん中に戻ってもう一回仕切り直しになる、ですけど、でもそれってじゃあなんか攻撃してる側は損してないって思うかもしれないですけど、なんかすごい下にあるこのテンションゲージというのが溜まりやすくなってたりとか、ちゃんとこの壁を割った側もすごいメリットがあったりもするので、ポジティブって出てね。そうポジティブって今右に出てます。ウォールブレイクでは吹き飛ばした方にも追加ダメージを与えたり、一定時間攻撃力が増加するなどの恩恵もありますよ。じゃあお二人はどんなキャラクター使われるんでしょうか。私はですね、長年愛用してきたこのカイという出た正統派オールラウンダーキャラを使わせていただきます。私は、今まですごいキャッチフレーズいろいろ書いてあったのに、このカイキスク優れた技が揃う正統派オールラウンダーって何のひねりもない感じになってますね。いやもう主人公格ですよね。やっぱソルとカイは主人公って感じで2人で。僕はその左にいるこのソルバットガイっていうキャラクターで、まあ、こちらのキャラクターも結構カイみたいに割とスタンダード系の、まあキャラクターとなってますね。やっぱこの2人がもう代表するキャラクターですよね、ギルティシリーズ。そうですよ。はい。ここからはエキシビションマッチ。カイを操るマチャボウ選手とソルを操るモッチー選手が激突します。ワクワク感がやっぱあって、すごいなんかまあ勝敗もあれですけどかなり楽しみなんで、しかも対戦するのも結構ね、もう久しぶりなのもあって、めちゃ久しぶりだね。そうですね、かなり楽しみですね。はい、楽しみたいと思います。久しぶりのマチャボ君との対戦ということで、まあ今日勝ったらまあ1億勝ということでしばらくねちょっとずるくない。はい、なるほどね。マチャボに勝った男ということで、ちょっとみんなに話したいと思うんで気合い入れて頑張れると思います。それではギルティギアストライブエキシビションマッチ、マチャボウ対モッチー。 1P 側マチャボウが使うカイキスク、そして 2P 側モッチーの使用するソルバッドガイという、主人公対決になりました。こちらもスタンダードなキャラクター、飛び道具を持っているし、いわゆる上昇系無敵技もある。開幕 NS から決めていくのはまずモッチー、そして一気に画面足。ガード崩しのプレッシャーという点ではやっぱりそのソルはですね、ぶっきらうまいぞ。やばい、こいつ強いぞ。さあ壁際、おっと今度は完全には決まりきっていないが、ここでカウンターヒット。しかしすぐに青バースト理解して画面足を維持するのはモッチーです。エンゲスバンデットからロマキャン、そしてウォールブレイク、スラッシュ倒し切った。まず1ラウンド目はモッチー圧倒的な攻撃力。防戦一方のマチャボどうする。ここは飛び道具スタンエッジなどを使って画面足に今度はマチャボが持ち込んだ。そしてダイヤイクラ、回は相手に電撃をまとわせると技の精度がアップするんですけど、ここは消えてしまった。そして画面足位置が入れ替わります。モッチーの端の攻めをしのぐように技を打って返していきます。
マチャボスタンエッジを2つ、そしてここはバフニールを空中で避ける、押し込んでくるモッチーに対してマチャボ下段、これはバックジャンプダッシュを避けた。その画面足どうするか。おっとジャンプ攻撃決まるが、今回ダストアタックガトリングのルートがね結構減ってますからコンボがちょっと難しくなってはいますが、下が S スタンディッパーダウン、しかしボルカニックバイパーへ、ただまだ体力が残っているぞ。どうする、上から空中バンデットブリンガーに対して着地を取ったのはマチャボ。なんか差し合いのゲームみたいになってきてるんそうですね、やっぱり、結構このニルティギア派手なゲームであるんですけど、でガードポジションも強いのでやっぱり相手に触られないことが大事となると、やはりこの差し合いのうまさというところが勝敗にかかってきます。うまく暴れてバンデットリボルバー、しかしこちらも切り返しの技を使ってウェイカー目足に押し込んでいったのはマチャボ。モーションも微妙に変わってかっこよくなってる。エース2つはまらずバースト、そしてモッチーはわさがあるぞ。おっと空中ダッシュからバンデット、いや今度はミスになっている。画面足苦しいぞ。大丈夫か。このガードおーっと割り込めない。スタンディッパーローキャン攻めに転ずるマチャボ。しかし大量差はかなり苦しいものがあります。さらに言えばモッチーまだバーストがあるぞ。お空中戦画面足に持ち込んだダイエークラ、おお入ってくか。うわー空中ダッシュダンメッジの隙を捉えたエキシビションマッチ勝者モッチー。勝ったら1億勝っていうことを言った手前負けられない試合だったんでとりあえずまあ勝ててよかったです。はいちょっと家に帰ったらみんなにちょっとマチャボに勝った男だぞっていうことを話したいと思います。ありがとうございました。でもすごい負けちゃったんですけどすごい楽しかったのと、次もしやる機会があったらその時は2億勝にしてもらって今度は僕が勝とうかなと。振り返らないとねやっぱ。はいということで大勢ありがとうございました。ありがとうございましありがとうた。ございました。初級者5日の格ゲー修行、格ゲーレッスン。ここからは、格ゲーレッスンのコーナーです。いつかちゃんに、今回教えていただくのはドグラ先生となります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今後投げ暴れ、はい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 いいですよ。後ろ投げ、これは値千金の後ろ投げになるか。連携大人ですね。連携が大人大人ですね。連携まっすぐに。はいいいあいいマジでね。ガード惜しい。惜しい惜しい。狙いはいい。弱小流ね。隙が短いんで浮いてるやるよ。受け止めて。はい。相手もなんかおおやる。はい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 。からの惜しい。あいい全然いい全然いい。いや惜しい。あもう全然いい最速でした今。練習してる成果がこう垣間見えてますね。上コンボがうまい。あいいね。すげえ渋いプレーになってんだマジで。いやマジで本当に大人なんだよな。今の大キックとか大人なんすぎる。今ジャックスキル狙ったもんだって。選択肢が大人なんですけどマジで。読みが強すぎるだろ。深い。いや相手もうまいな。ちゃんと重うまいってすねてきね。ね。いやこっちフルゲージおうまい。ありますから惜しい。ガード。これ相手春国殺、あ、いったか？どうなの？これはいきそうな。おいどうあした？けーこの手だ。ダゲフ。あ惜しい。はい。ジャンプ。はい。惜しい。難しかった。一発がある。おうまっ。これはすげえよ。マジかよ。うまっ。攻めには厚みがありますね。いいよいいよいつかちゃん。ゴリゴリしてきたよ。ゴーゴーゴーゴこれはあー惜しい。あいい惜しい惜しい。狙いはかなりいいんだけどな。
前歩き後ろ歩きとかいう動きが熟練の残日会っぽい動きなんですよ。ブロンズのプレイじゃないんだよな。前歩き後ろ歩き。歩きながらねアイアンマッスルとかね。3発は取れない。2発まで。体育が出る。出ちゃうんですよね。はい。いや、波動拳に飛び込みが連携がしみすぎて体育も出ない笑っちゃうんだけど、惜しい惜しいです。やばい、すごいやばい、相手も警戒してますね。相手恐れてる。あ、おい、これはいったんじゃない？さすがにいったんじゃないの？マジかよ。いつかさんマジで？うますぎるんだけど。やったマジ？アドバイスむずいな。びっくりするぐらいうまくなってます。いやびっくりした。本当にうまくなってます。負けちゃうかなっていうところをさ一発でひっくり返したんじゃないですか。祭り始めたね。マジでね、いつかちゃんのプレイちゃんと見たの久しぶりやったんですけど、なんかザンジェフ独自のうまいところとか、なんかプレイの仕方とかもかなり身についてるんで、本当にめちゃくちゃうまくなってます。アドバイスするとしたら、中距離の牽制技でこっちがどうしようかな、前に行くか後ろに下がるか、とりあえずでも牽制しといて相手にプレッシャーを与えたいなっていう時の選択肢がちょっと少なそうに見えたんで、小技ならしゃがみコパンで、中技なら中パンチで、大技なら大パンチでっていうのを距離とか、体力とか見ていい感じにその3つを牽制でチョイスできるようになると、さらに中距離のプレッシャーが増すのかなって思いました。もうちょっとい間合いをしっかり把握してそうですね。適応力というかその場に適した技をそれができるともっといいのかなって思ったぐらいで、あとはもう本当にうまかったです。頑張ります。ありがとうございます。本日も閉店のお時間となりました。このゲームなんですけど、ちょっと言い忘れてたんですけど、初心者の方もって言ったんですけど、ギルティらしさもまた実は残っているので、その今までやってきたギルティシリーズをやってきた人もすごい楽しめるようになっているので、本当に誰でも楽しめるゲームになっているなと思っているので、ぜひ発売したので皆さんやっていただいて、みんなで楽しんでいただけたらなと思います。今回のギルティのネットワーク対戦の環境がすごくパワーアップしてまして、僕もちょっと海外勢のプレイヤーの方とかと何回か対戦する機会があったんですけど、今までよりは全然違和感なく、普通に対戦を楽しむことができるぐらいの感覚でプレイすることができたので、新しい製品版が出たらまた日本の既存のプレイヤーもそうですけど、いろんな国のプレイヤーの人たちと対戦できる日がすごく楽しみなので、はい、発売を楽しみに待ってますって感じですね。ということで、各駅喫茶ハメジュン、本日のお客様はマチャボー選手とモッチー選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はお店にアーケード筐体が、大貫選手&ボス選手をお迎えしてのストリートファイター3サードストライク特集、お楽しみに。